たまマヨたまよ TV 今回海外歴が長い私たちが日本から持ってきて本当に救われたものをいくつか紹介したいと思います。 Let's go! まずはじゃだーん、体用と靴下用の北海道です。これはですね、日本ではもう日常生活で使っていると思いますが、ヨーロッこれ長時間外行ってる時に体温まるので、暖かくなるので冷え性の人にもすごい良くて、長時間長く使えるので、本当に私もうここに来て便利だと思います、あとは海外の薬局にも売ってないので、本当にこれ助かります。心も体もポッカポカになるので、私にとっても第一ですの存在。そんな時はこれオンシップです。ベルギーの病院ではよほどな緊急事態な場合以外にはなかなか予約を取ることが難しいので、なるべく怪我しないようにしてください。でもどうしてももし腰痛だったり首が痛かったり腱鞘炎になっちゃった場合は、このオンシップまたは普通の冷たいシップを持っていくことをおすすめします。こっちの薬局には売ってたとしても効果があまり感じなかったのと、日本のシップは剥がれにくいようなデザインになってるので、持ってたらすごい心強いと思います。次は日本人おなじみのマスクです。これヨーロッパではマスク使用する文化がないので、自分を身を守ることに本当に大切だと思ってます。あと冬のシーズンとか花粉のシーズンの時にやっぱり風邪っ引きが多いので、子供とか大人が私の顔の前で風ぶっかけることもあるので、自分身を守ってマスクをつけて生きてます。本当に大事です。目がかゆい。その時は花粉の目薬です。はい、この目薬はですね、やっぱりヨーロッパでもう本当に風が強いので、やっぱり目の中にゴミとかやっぱりホコリがいっぱい入るので痒くなるので、この目薬が本当に欠かせない存在です。やっぱりヨーロッパの薬局で目薬売ってるんですけど、自分に合う目薬があんまりなくて、やっぱり日本から持ってきた自分に合う薬を持ってきてた方がいいと思うので、心が安心します。かゆい刺される前にワンプッシュ。そんな時はこのノーマットスプレーがおすすめです。ベルギーの蚊は日本の蚊と違って刺されると赤くなって、それが半年間残っちゃうので、刺される前にこれでやっちまいましょう。それとベルギーには網戸がないので虫が入り放題、蚊も入り放題なので、このスプレー1回だけ押すだけで24時間虫が寄りつかないのと、蚊が入ってきたとしても一瞬で死にます。なので安心して夏を過ごすことができる商品だと思います。おすすめです。ただ一つ注意点は、中国で経由する場合スプレー類が缶に入ったスプレー類の持ち込みができないらしいので、その点は注意してください。頭が痛い。そんな時は日本の頭痛薬です。ベルギーではこんな風なイブプロフェンだったりパラセタモルがスーパーや薬局で買えるんですけど、やっぱりちょっとお腹の刺激が強いので、もし頭痛持ちだったり女性の方で生理痛がひどい場合は日本で自分に合ったこういうバファリンとかのお薬を持参するのをおすすめします。お腹痛い。そんな時はこういう胃薬のせいろがんです。ヨーロッパで季節外れの時にレストランとか行くとお腹痛くなることあるので、これ欠かさず持ち歩いています。これせいろがん以外にこういうビオフェルミンや漢方薬もあるので、それもやっぱり自分に合う薬を持ち歩くのが一番大事だと思います。私が試験終わった後に
同級生とビーフシチューを食べた時1週間お腹がもう痛くてずっと寝込んでたんですけど、こういう薬があったからこそもう救われたと思います。本当にもう大事です。そんな時はこの喉スプレーとパローチェがおすすめです。何？ヨーロッパのにも喉スプレーが売ってるんですけど、こんな感じ。こういう風な喉スプレーが売ってるんですけど、やっぱり中身の材料が日本の方はヨウ素が入ってるんですけど、殺菌作用があるヨウ素。ヨーロッパの方だとやっぱりハーブと蜂蜜だけでできてるので、どうしてもちょっと殺菌効果ってなると感じにくいなって思って、風邪のひき始めや風邪ひいちゃった時はもうひたすらこのスプレーを喉にスプレーして、でこのトローチを舐めまくることによって風邪がひきにくくなると思います。なので日本から持ってきてよかったって思いました。次はこういうウェットティッシュとティッシュ関係です。ヨーロッパではこういうおしぼりとか出さないので、やっぱりこういうウェットティッシュを持ち歩くと本当に便利だと思います。あとはトイレ行くときにヨーロッパのトイレってティッシュがないこともあるんですよ。だからティッシュがないとちょっと不便になります。なので心配ないさーですはい、次はセルフケア製品です。爪切りはこっちにも売ってるんですけど、やっぱり先端の部分がこっちの方だともっと平たくてサイズが全体的にも大きいので、日本に売ってるこういうちっちゃいやつの方が使いやすいと思います。でスキンケアだったり日焼け止めの商品もこっちも売ってるんですけど、やっぱりちょっと値段がちょっと高くなっちゃうのと、あとヨーロッパの製品はヨーロッパの人の肌に合わせて作られているものが多いので、やっぱり日本人だったりアジアの方の肌にはちょっと刺激が強いかもしれないので、自分のお肌に合った自分の好きな商品を一緒に持ってくることがおすすめします。はい、次はこういうサプリメント関係です。いろんなサプリメントあるんですけど、特に私は自分はこういう黒酢のサプリメント飲んでるんですけど、ヨーロッパでサプリメントいろんな種類売ってるんですけど、やっぱりヨーロッパのサプリメントちょっと粒がでかくて飲み込みにくいので、やっぱり日本からサプリメント持っていくと、やっぱり日本のサプリメントって粒が人間みたいに人間の合うサイズになってるので、飲み込みやすくて飲みやすいんです。でやっぱり美容と健康の効果が合うらしいので、本当に持ってくるだけで本当に便利だと思います。次は、この料理用のお箸と包丁です。料理用のお箸はやっぱりこっちだと木のフォークだったりになっちゃうんですけど、料理してる時になんかつかみたいなとか、あと泡の吹きこぼれを防止したい時はこういう木の長いお箸を持ってきた方が便利だと思います。そしてこの包丁はびっくりしたのは、初めてこっちに来た時にこっちの包丁をいくら研いでもミニトマトでも切れなくて、これは困るなと思って、これは100円ショップ、日本の100円ショップで買った包丁を持参しました。はい、次はこういうインスタント系を紹介したいと思います。ヨーロッパでスーパーがなくても開いてるのが夜の8時が9時ぐらい前なんで、24時間のコンビニとかないので、夜遅く帰ってお腹空いた、早く簡単で便利なものを食べたいっていう時は、こういう異国の地でお茶漬けやスープ、こういろんなスープを飲んで、日本恋しいなって感情深くなるので、本当にこれがもうあればもう幸せもう目がハートになります。最後は日本のインスタント飲料です。これは緑茶なんですけど、こっちの緑茶は
全然緑色じゃなくて味も紅茶寄りになっちゃうので、どうしても日本の味が恋しくなっちゃった場合に緑茶を持ってきました。でこの梅昆布茶と生姜湯とあとアクエリアスだったりポカリスエットを持ってくるのがおすすめです。なぜかっていうとコンビニがなくてあったとしてもやっぱりナイトショップでお酒とあとスポーツドリンクがメインになっちゃうので、風邪ひいた時に飲めるものがもう水だけになっちゃって回復しにくいなって思って日本から自分の体調管理用にと思って持ってきました。なのでよく体調管理あとは日本の味を味が恋しくなった時用にこういう飲み物も一緒に持ってくるのがおすすめです。以上、日本から持ってきてよかったと思ったものの紹介でした。今回紹介できなかった商品もたくさんあるので、いつかパート2を作りたいので、チャンネル登録、高評価、コメントを書いてくれれば嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。タッチンズ。アビアント。